はい、皆さんこんにちは。Speak Japanese Naturally Podcast のふみです。最初にちょっとお知らせです。実はチャンネルメンバーシップを始めました。レベルが2種類あるんですが、上のレベルに入ってもらうと、週に1回メンバーシップ限定のエピソードが聞けます。一般に公開するには短すぎることや、一般には公開したくないことなど、ちょっとしたことを話していきます。入っていただくとチャンネル運営が安定しますので、もし応援してもいいよっていう方は入っていただけると大変嬉しいです。で、ちょっと変更があるのが、メンバーシップに入っていない方への、こういうエピソードの公開日です。今まで通りの木曜日にメンバーの方に先に公開して、一般の方へは金曜日の公開になります。入ってくださった方に喜んでもらえるようなことをいろいろしていきたいなって思っているので、ぜひ、よろしくお願いします。はい、では今日は日本の夏の文化の一つである高校野球についてお話しします。野球興味ないなって思った方、野球の話ではなく文化の話なので、ぜひ最後まで聞いてみてください。今日本に住んでいる方とか、夏に日本に来る予定の方は、きっとよく耳にすると思うので、知っていて損はない。知っているといいことだと思います。ということで、皆さん、高校野球という言葉は聞いたことありましたか？文字通り、高校生の野球という意味もありますが、夏の今の時期に使うと、高校生の野球の一番大きな大会の意味になります。大会って大きいに会議の会って書くんですけど、大きな集まりという意味です。スポーツの大会というと、そういう大きな試合という意味になります。で、高校野球はテレビでも放送するので、結構たくさんの人が見てます。で、この高校野球は全国高等学校野球選手権大会というのが正式名称です。正式名称というのは、正しい本当の名前という意味です。ただ、さっき言ったこの長い正式名称は使う人はほとんどいません。私自身もこの名前を、覚えてなかったです。聞けばあれのことかなってわかるんですけど、実際口に出したことはありませんでした。口に出すっていうのは話す、言うってことですね。で、普通は、高校野球、または甲子園って言います。また新しい言葉が出てきました。甲子園ですが、甲子園というのは、この大会をやる野球のスタジアムの名前です。甲子園は阪神タイガースという野球チームのプロのチームの、スタジアムです。で、阪神タイガースは野球に興味がない人でも知っている名前だと思います。というのも、すごく大阪の人に愛されているイメージがあるんです。で、その愛し方が激しいんです。つまり、ファンが激しいんです。で、阪神タイガースが優勝すると、大阪の人が、というか、ファンの人が、道頓堀という川に飛び込みます。
道頓堀は大阪に観光に行ったら多分絶対行く場所だと思います。ビルに走ってる人の絵が描いてあって、白い服を着た。で、その人の胸にグリコってカタカナで書いてあるような写真を見たことはないでしょうか。そこにある川が、道頓堀です。で、2003年に阪神が優勝した時は、5300人が、道頓堀に飛び込んだそうです。5300人ってすっごいですよね。誰が数えたんでしょうね。10人ぐらいが手をつないで、結構高い橋から一緒に飛び降りる映像とかが YouTube にあったので、リンクを貼っておきますね。すっごい危なそうでした。で、実際その2003年には飛び込んで亡くなった人がいたんで、それ以降、阪神タイガースが優勝するときには、警察が出て、人が道頓堀川に飛び込まないように見張っているようです。見張るっていうのは、見てることですね。何か悪いことをしないように。で、見張っていたのに、2023年にまた阪神タイガースが優勝した時には、26人飛び込んだそうです。どうしても飛び込みたいんでしょうね。で、飛び込む理由は、宗教的理由とかではなくて、日本の人が、興奮すると川に飛び込むとか、そういうことでも、ないんです。多分、興奮して、何でもできるみたいな気分になって、飛び込むんですかね。ちょっとわからないですけど。で、ちょっと優しいなと思った記事がありました。2023年の時のその阪神が優勝する時、大阪市がその道頓堀川を管理してるんですけど、その大阪市が道頓堀川の水位を上げていたそうなんです。水位っていうのは水の位って書くんですけど、水の高さのことです。で、水位をいつもより50センチ高くしておいたそうです。通常が3メートルなんで、3メートル50センチにしたそうです。で、そうすることで、深くすることで、川の底、川の下のことですね、にぶつかる可能性が低くなるし、救助も、しやすくなるからだそうです。まあ、優しいっていうか、いくら警察が出ても飛び込む人がいるって分かってたっていうことですね。ちなみに、ハロウィーンの時にも大阪市は、道頓堀川の水位を50センチ上げていたそうです。だからきっと、川に何かあると飛び込みたいって人が多いのかもしれませんね。で、そういう阪神タイガースのスタジアムである甲子園でやるので、この高校野球は、甲子園とも呼びます。で、私はその甲子園はほとんど見ないんですけど、今年は私の住んでいる、山梨県の高校が強くってベスト4まで行ったんです。ベスト4は一番強い4つですね。で、なのでその山梨県の高校の試合だけ見たんですけど、楽しかったです。どういうことかっていうと、この高校野球の夏の甲子園はそれぞれの都道府県、例えば山梨県とか東京都とか大阪府とか、あと北海道ですね。そういうのを都道府県って言うんですけど、その都道府県のそれぞれで、そこにある
高校が戦います。試合をします。で、都道府県は47あるんですけど、それぞれの都道府県での1位を決めます。で、1位になった高校が甲子園に集まって、そこで日本一を決めるんです。東京と北海道だけは、高校の数が多くて面積も広いので、それぞれ2校ずつ、2つの高校が代表として、甲子園に出ます。なので、合計で、49校が甲子園で戦います。で、甲子園に来るのは49校なんですけど、今年2025年にその都道府県の大会で参加した高校は全部で3400校ぐらいあったそうです。で、小さい頃から野球をやっていて、上手い子は甲子園に行くっていうことが、まず夢としてあります。で、その甲子園に行くっていうのが、都道府県の大会で優勝して、甲子園球場で、試合をするという意味なんです。で、今年は甲子園の、決勝、一番を決める試合が、8月23日にありました。で、沖縄の高校が優勝しました。で、山梨の高校は、この決勝の一つ前の試合、準決勝で、この沖縄の高校に負けてしまいました。でも本当に途中まで勝ってたんですよ。で、そこから逆転って言うんですけど、逆転されて、負けてしまって本当に残念でした。で、負けた後、選手たちが土を集めてました。甲子園に出たチームはほとんど甲子園の土を持って帰ります。記念にします。ベンチの前の土を集めて、スパイクを入れる袋に入れて、持って帰るそうです。で、ベンチに入れる選手は20人だそうです。でも普通は野球部にはもっとずっとたくさんの子がいますよね。なので、ベンチに入れなかった子たちにも、分けてあげるようです。で、実は私の兄もずっと野球をやっていて、中学校ではピッチャーでした。で、高校は野球の強い高校に行って、家から少し遠かったんで、寮に入ってました。で、兄が高校3年生の時、その高校が甲子園に行ったんです。で、兄はベンチに入れなかったんですけど、土は持ってます。で、兄に、土はどうしたのって聞いたら、甲子園の大会が始まる前に、その甲子園のスタジアムで練習する時間がちょっとだけあったそうなんです。で、3年生は全員その練習に参加していたので、その時に土を取ったと言っていました。で、1、2年生にも後であげたそうです。兄の学校の試合の時は、野球部の家族のためのバスを学校が準備してくれて、それに乗って私も両親と父と母と甲子園に応援に行きました。で、1回戦、つまり最初の試合で負けちゃって残念だったんですけど、いい思い出です。で、甲子園はいい思い出なんですけど、普段は私、本当にね、野球が、嫌いでした。
父が野球が好きで、兄が小さい頃からずっと一緒に野球をしてたんですね。で、私が打ちたいとか言っても、ちょっとしかやらせてもらえなかったりとか、テレビはいつも野球で、見たい番組を見せてもらえないとかあったんですね。昔は今みたいに動画で好きなものを見れるわけでもなく、テレビがいくつもあるわけでもなく、テレビは一つの家に一台というのが普通でした。だからもう父と兄が野球が見たいって言えば、私は見たい番組があっても見れなかったんですね。そういうこともあるし、あと、私がそもそもスポーツ全般にあまり興味がなかったということもあると思います。そう、だから、私、甲子園も特に見てなかったんですけど、やっぱり今年は、すごく楽しかったです。夫がこの前髪を切りに行ったんですけど、お店の人が言うには、その山梨の高校の準決勝だった時間にはお客さんがいなかったそうです。で、みんな家で試合を見てたんじゃないかなってお店の人が言ってたそうです。だから高校野球の面白さはそういう自分の地域を応援する楽しさがあるところもあるなって思います。上の息子は今高校3年生なんですが、息子もクラスの友達も今年は高校野球を割とチェックしてたみたいです。で、その理由として、息子の高校の野球部が今年その甲子園に行った高校、山梨の高校と対戦して負けたってこともあるみたいですけども。で、自分たちが負けたところが勝ってくれたら嬉しいですもんね。最後に、日本の子たちがやるスポーツとして、サッカーと野球が人気なんですけど、野球とサッカーのイメージの違いを話しておきます。で、野球はもう昔からある伝統のスポーツで、より厳しいイメージがあります。で、昔野球部は丸刈りしかダメだったんです。丸刈りって髪型のことなんですけど、髪の毛の長さを全体的に短くしたものです。1センチとか2センチとかでしょうかね。で、野球部に入ったら髪を切らないといけないというイメージでした。で、今でも甲子園に行くような強いチームでは丸刈りの子が多いと思います。で、髪型すらそういうの自由にできない、そういう厳しいイメージがなんか野球にはあるように、思います。で、それよりはサッカーの方がそういう髪型とかは少なくとも何も言われないので、ちょっとサッカーの方が自由なのかなっていう印象がありますね。あとですね、高校とかの試合で言うならば、その高校野球と、高校サッカーがあるんですけど、やっぱり高校野球の方がすごい注目度が高いなっていうふうに思います。で、甲子園の夏の大会は1915年から始まっていて、110年の歴史があるんです。だからそれもあって、都道府県でやる地方大会の時から、サッカーの大会より大事にされている感じがします。で、息子の高校には、サッカー部と野球部があるんで、大体どこの高校にもその2つはあると思うんですけど、まず、サッカーは大きな大会でも学校全体で応援に来ることは
息子の学校の場合、準決勝までありません。つまり、ベスト4に残らないと、学校でみんなで来て試合を応援するってことはないんです。でも、甲子園につながる高校野球の方では、1試合目から学校全員で野球部の応援に行くそうです。で、実は息子の高校は、サッカーに力を入れてるんで、サッカーが割と強いんです。野球より強いんですよね。でも、サッカーの試合は、1回戦からは応援には、学校としては、来ないんですね。なので、野球が大事にされてるというか、この高校野球っていうのは、やっぱり、特別なものという感じがします。で、高校野球と甲子園という言葉について説明してたんですけど、これには、夏と春と選抜という言葉がついている時があります。で、夏の甲子園は私が今説明してきた大会です。で、それ以外に実は春の甲子園というものもあります。で、夏は都道府県で優勝した一番になった高校が甲子園に来るんですが、春は、選ばれた高校だけが甲子園に来て試合をします。で、選び抜かれた漢字で書くと選抜された高校が来るので、選抜高校野球と言ったりします。で、この選抜がカタカナで書かれることもよくあります。で、カタカナの選抜は、春の甲子園のことです。で、こういうふうに、カタカナで書くと特別な意味を表すことがあります。で、どういう時にカタカナを使うのか、どういう時に漢字を使うのか、などについては、前、別のエピソードで話しているのがあるので、リンクを貼っておきますね。勉強になると思うので、聞いてみてください。はい。では今日はここまでです。エドモさん、メンバーシップに入ってくださってありがとうございました。他の方もぜひ、入っていただけると嬉しいです。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。